スマートウォッチって最近よく見かけるけど、なんか複雑そうだし、若者しか使えないんじゃないの？こう思われてる方多いかもしれません。初めに言っておくと、そんなことは全然ないです。シャチパンの父70歳ですが、バリバリスマートウォッチを使っています。スマートウォッチって絶対必要ってわけじゃないんですけど、あると結構便利なんですよね。今回は大手4社の最新モデルの特徴からいまいちな点まで解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。それではやっていきましょう。はじめにスマートウォッチの特徴について簡単に触れていきます。スマートウォッチは時間を知る以外に大きく分けて3つできることがあります。まずは健康管理、心拍数や血中酸素濃度、さらには睡眠の質を分析し、日常生活を常にモニターすることで日々の体調管理、ストレスだけではなく、自分の気づいていない病気の予防や早期発見に貢献します。最近の医療の流れにおいても、治療より診察、つまりはいかに早期に発見できるかに力が入っているようにも感じます。そのため毎年定期検診を受けている方でも好んで装着し、健康を意識して生活される方は多いようです。2つ目は運動計測。ポピュラーな歩数カウンターやジャイロセンサーなどに加え、先ほど紹介した心拍、血中酸素濃度を複合的に組み合わせ、より正確な消費カロリー、あなたの体に合わせた運動負荷レベルを計測することができます。上位モデルとなると GPS が搭載され、例えばマラソン時にスマホをポケットに入れていなくてもマラソンルートを正確に追跡できるようになりますし、高度計も備えていれば階段の段数計測や坂もある程度測定することができます。運動履歴は専用アプリに保存され、いつでも自分の成績が確認できるほか、より最適な運動負荷レベルを設定してくれるコーチング機能があるものまであります。3つ目は便利機能。お財布やスマホを取り出すことなく、手首をかざすだけで決済ができる電子決済。Suica やクレジットカードも登録できます。それから電話の通話を行ったり、LINE の応答やメール通知、音楽再生、モデルによっては地図を表示させ、道案内をさせることも可能ですし、音声 AI である Siri や Alexa に対応したモデルもあります。いずれもスマホとの連携が必要となることには注意が必要ですが、若者に支持されている機能です。以上がスマートウォッチでできることですが、事前にスマートウォッチで一番魅力に感じているところはという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、睡眠分析を含めた健康管理が 41% でトップ、次いで 36% の便利機能、そして 12% の運動計測でした。大部分が健康管理表となるであろうと予想していたのですが、予想外に便利機能の期待も大きく、実に興味深い結果となりました。また、腕時計は何を使っていますかというアンケートでは、腕時計を使っている人は全体の 73%、そのうち半分を超える方がスマートウォッチを使用していました。前回の集計データと比較すると、オレンジのスマートウォッチ派が順当に増え、順位が逆転しました。今後の需要拡大も見込めそうですね。1000近い投票、皆さんいつもありがとうございます。スマートウォッチに魅力を感じるかどうかは人それぞれで、必ずしも必要なものとは言えませんが、あるといろいろと便利です。いるかいらないかで言ったら、シャチパンがツイッターでつぶやいている大喜利回答の方がよほどいらないでしょう。ちょっと待って、そんな台本に、いや、それよりそんな風に思ってたの？それでは早速大手4社、アップル、ガーミン、シャオミ、グーグルの比較をしていきましょう。なお事前に現時点でスマートウォッチを購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、
結果はこのようになり、アップルの Apple Watch が圧倒的な人気で過半数を占め、次いで Google、ガーミンと続き、シャオミ、ファーウェイでした。ある程度予想はしていましたが、アップルはこの業界のリーディングカンパニー、さすがの強さです。毎年出される新モデルでも、その注目度は他の追随を許しません。しかし、前回の集計結果と比較すると、アップルはその勢いをむしろ弱めており、その票は Google をはじめとする他社に流れている構図となるでしょうか。僅差でしたが、今回はアンケート上位4メーカーについて取り上げることにします。さて、話を戻して上位機種を基準に各社のスマートウォッチの特徴を解説していきます。まずはシリーズ数。用途に合わせて多くのシリーズが出ていますので、各社のモデルラインナップを簡単に触れながらご紹介していきます。アップルは上位機種からウルトラ2、シリーズ10、SE の3モデル展開です。2024年モデルではウルトラ3の発表はなく、ウルトラ2のカラーバリエーションの追加、それからシリーズ9は10となりました。9から10への進化点はいくつかあり、まず画面サイズが1ミリずつ大きくなった分、厚さは1ミリ薄くなり 9.7 ミリに、ついに1センチを切りました。画面も明るくなったようです。それから30分でバッテリー 80% まで充電できる急速充電の進化、さらに睡眠時の無呼吸症候群の検出機能が追加となりました。順当な進化かと思います。SE は据え置きです。ウルトラのディスプレイサイズは1種ですが、シリーズ 10、SE は2種から選択することができます。ディスプレイの大きさは視認性に直結しますので、重さやデザインが問題なければ大きいものを選択するのがいいでしょう。 iPhone のみの対応です。ガーミンは1989年にアメリカで創業されたメーカーで、創業当時は航空業界の GPS ナビゲーション製品が主力でしたが、現在では海洋、自動車、アウトドア、そしてフィットネス市場におけるトップブランドとして知られています。スマートウォッチ業界はスマホメーカーが大半を占める中、ガーミンは GPS 製品からの参入であり、ランニングやサイクリングなど運動分析に定評があります。展開シリーズは他社と比較してもかなり多く、今回おおよその価格帯順で並べていますが、上位のマーク、フェニックスはビジネスアスリートモデル。本体重量はありますが、高級感があり、傷のつきづらいサファイアガラス採用で、ソーラー充電可能なモデルもあります。それからダイビングやランニング、ゴルフ、タフネスモデルなどの幅広い専用モデル。そして運動機能を網羅しつつも健康管理も意識したライフスタイルモデル、ベニュー、ビボアクティブシリーズがあります。ライフスタイルモデルでも数多くの運動のログ機能はしっかりついています。シャオミはスマートフォンメーカーとして創業した中国のメーカー。創業当初はアップルを意識したマーケティング手法を取り、中国のアップルと一時称されました。シャオミのラインナップは大きく分けて3モデル展開。最上位の S3、サファイアガラス採用ではなくなってしまいましたが、高級感があります。それから基本的なフィットネス機能が搭載された GPS 内蔵モデル、Redmi Watch 4、そしてエントリーモデルのスマートバンド9です。いずれのモデルも価格に強みがあります。Google は2021年にフィットビットを買収し、子会社化したフィットビット製のものと合わせて3モデル展開。フィットビットとはアメリカの家庭用電化製品およびフィットネスの企業で、もともとフィットネス製品に強みがあり、健康管理には定評があります。自社モデルであるピクセルウォッチ3を最上位モデルに据え、残りはフィットビット製品、
Pixel Watch 3に採用されたディスプレイガラスはゴリラガラス5でサファイアガラスより対衝撃性に優れますが、擦り傷の耐久性は劣ります。毎年の新モデル発表は Apple Watch 同様注目度が高く、人気の高さがうかがえます。2024年モデルの主な進化点は、従来の 41mm モデルに加え 45mm モデルの追加、ランニングツールの強化、ディスプレイの明るさ、バッテリー持ちとなり、特にバッテリーは嬉しいポイントでしょうか。スペック上は常時表示でバッテリーが1日持つようになったとあります。なお、Fitbit 製品は iPhone、Android の両方に対応していますが、Pixel Watch 3は Android のみ対応で iPhone には非対応です。続いて機能。少し前までは各社差がありましたが、最近では縮まりつつあります。モデルによって搭載内容が変わりますので、ご自身が気になった機能があれば搭載されたモデルを選ぶようにしましょう。心拍数は文字通り手首の心拍をカウントします。現在のスマートウォッチではもはや当たり前と言っていいほど搭載されています。心拍数からわかる情報は意外と多く、日々の体調を判断する目安になることはもちろん、病気の予防や早期発見、それから消費カロリー、運動強度による脂肪燃焼効果など様々です。睡眠分析は疲労回復に必要な睡眠の質を測定するものです。眠っている間の心拍数や体の動きからレム睡眠、コア睡眠、深い睡眠をモニターし、それぞれの睡眠ステージにいた時間の長さを確認できます。中には睡眠の質をスコア化するモデルもあります。血中酸素濃度はコロナや肺炎の診断目安として広く知られるようになった指標です。呼吸器系の疾患にかかっていると 95% 以下の値となることが多いですが、医療機器の認可を取得したものではないので、数値自体は参考値です。こちらも体調管理やフィットネス用途です。運動中に低酸素状態になっていないか、負荷強度などを確認することができます。なお、Google は睡眠時の測定となり、他のメーカーはモデルにもよりますが、常時測定が可能です。皮膚温度はあくまで皮膚の表面温度であり、体感温度である体温は測定できないのですが、主に女性の月経の予測や健康管理に活用します。ここまでは各社大体対応しており、これらのデータを複合的に組み合わせ、より正確な消費カロリー値の算出をしたり、メーカーによってはスタミナ値やストレス値を算出し表示するなど、ユニークな試みもあります。これ以外には Apple、Garmin、Google には自己検知機能があり、例えばユーザーが転倒したことを検知して反応がない場合、緊急通報サービスに知らせたり、登録していた緊急連絡先に連絡したりします。なお、Apple と Google は自動車の衝突事故検知も行います。その他にはガーミンの一部の上位モデルにはソーラー充電機能が、Apple は心電図を取る機能と、今年のモデルから無呼吸睡眠の通知機能が追加されました。実際には Google の Pixel Watch も心電図機能はあるのですが、日本の認可の関係で現在使うことはできません。申請してから3年以上は経過していると思われるので、そろそろ使えるようになるでしょうか。続いて GPS です。GPS の精度は対応する測位衛星数と種類に依存します。日本の上空には様々な国の衛星が飛んでいますが、用いている衛星はご覧の5カ国のものです。これらを複数使い、位置測定し、精度を上げています。また最近では2つの異なる周波数帯域を用いての位置測定も可能となっています。従来では L1 と呼ばれる
単一周波数帯域のみの使用でしたが、エルゴと呼ばれるバンド帯も使えるようになっています。これにより精度が上がり、例えば都会のビル街や山に囲まれた場所での電波受信が改善します。各社の上位モデルの対応状況としては、Apple、Xiaomi、Google が全衛星対応、Garmin は中国以外の衛星に対応、さらに Apple、Garmin、Xiaomi はエルゴバンド帯にも対応しており優れています。なお、Fitbit 製品は2衛星までの対応となります。GPS 精度に関しては見劣りするでしょう。次に稼働時間。各社の上位モデルのスペック値を記しています。傾向としては、Garmin、Xiaomi、Fitbit が長く、アプリを自由にインストールできる OS を採用している Apple と Google は短い傾向です。なお、このスペック値はモデルグレードやユーザーの使用環境によって変化するので、目安程度と捉えた方がいいでしょう。例えば Garmin はかなり長く見えますが、 GPS をオンとすることで62時間となりますし、 Apple の一般モデルであるシリーズ10は18時間と1日持たないスペックとなります。次に電子決済です。各社の対応状況はこのようになっています。 Apple は Suica をはじめ非常に多くの日本の電子マネーに対応します。Garmin、Google の対応は限定的。そして Xiaomi は未対応です。Xiaomi に限らず中国系のスマートウォッチの場合、日本での電子決済に非対応なことが多いです。電子決済をよく使う方は注意してみてください。次に価格。モデル間での価格差が大きいので、各社の下位モデルから上位モデルの目安価格を記しています。なお、Garmin のマークシリーズは別格に高いので、今回除外しています。傾向としては、Apple、Garmin が高めで、Google が中間、そして Xiaomi が群を抜いて安めです。口コミでも Xiaomi のコスパを褒める声が多くありました。Apple の売れ筋であろう Apple Watch シリーズ10は6万円前後。この価格帯で真っ向勝負しているモデルは Garmin の Venue 3が 5.4 万円、Google の Pixel Watch 3が 5.7 万円となります。この価格帯は熾烈な競争が繰り広げられていることでしょう。なお、スマートウォッチの予算はというアンケートでは、結果はこのようになり、最も多かったのが5万円以上、次いで1万円未満だったものの、全体的にばらけている傾向でした。予算のかけ方は人によってまちまちなようです。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、ご購入を検討中の方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。Apple は操作性を褒める声がありました。タッチパネルやデジタルクラウンなど反応が良く、拡張性もあることから操作しやすいようです。それから全体的にバランスがいいと好評でした。また、日本語入力が可能で、LINE などの返信も自分で打ち込むことができます。心電図測定も未だに Apple のみの対応となっており、好意的な意見が寄せられていました。ただし、これで検出できる不整脈の一種である心房細動はなかなか検出が難しい代物で、例えば健康診断で心電図を取ると思いますが、その時に不整脈とならないと検出ができません。アメリカのスタンフォード大学が実施したアップルハートスタディでは、不整脈通知を受けた人の約 34% の人が心房細動と診断されました。この 34% は Apple Watch の装着期間が7日間で短すぎたという意見もありますが、これくらいの検出率と認識しておいた方が良いでしょう。とはいえ、難病を早めに発見できる可能性があるという点は価値のある機能と言えるでしょうか。一方、悪かった意見としては、
なんといってもバッテリー持ちが悪いという意見が多くありました。18時間ということはないですが、毎日充電しないと2日持たないようです。それから価格が高い、付属バンドのフィット感やつけ心地がいまいちという声がありました。バッテリーの充電は習慣化する必要があり、お風呂の時間に充電される方が多い気がしました。また、バッテリー持ちのためだけにウルトラの方を選ばれたという方もいらっしゃいました。なお、お風呂の時もつけっぱなしの方がいらっしゃるようですが、やめた方がいいでしょう。いくら防水仕様であっても、パッキンの劣化や温度による内蔵コンポーネントにダメージを与える可能性があるからです。続いてガーミンです。バッテリーの持ちを褒める声が多かったです。それから同社はアスリート向けのモデルも多く出していることもあり、運動・健康分析アプリの精度が高いという意見がありました。長年多数のスマートウォッチメーカーに対して心拍データを解析・提供していたファーストビート社を2020年に買収し、20年間蓄積された10万を超えるデータをもとに、高度なスポーツパフォーマンス分析や睡眠、ストレス、消費カロリー、日常生活のライフログデータなど、これらを横断的に分析しています。多彩なセンシング機能がいくらウォッチに搭載されていたとしても、結局のところそのデータをどう使うかが最重要です。悪かった意見としては、操作性が悪いという意見が他社より多く感じました。少し UI に癖があり、直感的な操作がしづらいようです。それから価格が高い、昼寝検出機能がありますが、検出されないことがあるという声が上がっていました。なお、ガーミンの売れ筋モデルであるベニュー3、ビボアクティブ5については、こちらの動画で使用感など実機レビューしておりますので、気になる方は後で概要欄より参考にしてみてください。どうでもいい話ですが、ガーミンをつけながら会社の打ち合わせに参加したところ、昼ご飯直後ってこともあってうとうとしていたら、がっつり昼寝判定されてました。いやー、そこは起きてたでよくね。次にシャオミです。なんといってもコスパを褒める声が多数でした。安いだけで使えないモデルは世の中多くありますが、本モデルは基本性能もしっかりしていて、なおかつエントリーモデルは数千円なので、これなら試してみてもいいかなと思える価格帯です。またバッテリー持ちも好評でした。やはりバッテリーは皆さん気になるところのようです。悪かった意見としては、下位モデルの常時点灯モードの明るさが暗いという意見がありました。それからSuicaなどの電子決済を望む声がありましたが、おそらく実現は難しいような気がします。また、シャオミのスマートウォッチアプリは ZEP Life と Mi Fitness の2種類ありますが、最新モデルは Mi Fitness のみ対応となります。この Mi Fitness と Google Fit の連携が現状うまくいっていない方がいらっしゃり、旧モデルではできていた歩数などの一部データが反映されないことで悲鳴が上がっていました。この件、アップデートにより改善されたという方もいれば、未だにできないという方もいらっしゃるようです。もし実際に使用されている方がいらっしゃいましたら、うまく連携できたかコメント欄で教えていただけると嬉しいです。続いて Google です。デザインがいいと好評でした。かなりシンプルです。また Apple にも言えることですが、Pixel Watch はアプリを自由にインストールできる Wear OS を採用しており、その拡張性を褒める声がありました。例えば本モデルであれば Google マップをディスプレイ上に表示させながらルート案内ができます。それから Apple Watch 同様、日本語の入力ができ、LINE などを返信できると好評でした。悪かった意見としては、健康管理アプリが最初の半年はプレミアムプラン無料で様々な分析ツールが使えるのですが、半年過ぎると
月額640円が必要となり残念という声がありました。更新しないとベーシックな基本ツールしか使えない点には注意が必要かもしれません。また何かと Apple Watch と比較され、電子決済の対応範囲も狭かったり、Suica の登録がしづらかったり、目玉機能も弱かったりと中途半端さを指摘する厳しい意見が上がっていました。それからバッテリー持ちが悪いという声も上がっていました。ただし2024年モデルである Pixel Watch 3ではバッテリーが強化されてきており、ユーザーレビューなどではおおむね好評です。改善傾向にあるでしょう。最後に満足度です。これは現モデルから1つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。いつものように過去集計した結果からどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数。前回の集計結果から比較すると Google 以外は全体的に上昇傾向。そんな中、今回は僅差で Garmin の点数が最も高く、次いで Apple でした。Garmin の操作性はスマホメーカーに一歩及ばないまでも、基礎性能の高さも相まって好評。Apple もバッテリー以外の目立った酷評がなく、隙の少ないモデルとなっています。一方 Google はその注目度の高さから登場のたびに Apple Watch と比較され続けていますが、未だ総合評価で劣るということでこの点数。正直この点数ほど悪い商品ではないのですが、期待値が高い分点数は辛口な印象です。一言まとめ。コスパが劇的に良く、基本性能もしっかりしており、入門機としてもおすすめできるモデルをお探しであればシャオミ。運動をよくやられる方で本格的な分析アプリに興味がある方はガーミン。Android スマホを利用していてその連携に期待したい方は Google。 健康管理を特に意識したい方は Fitbit もいいと思います。 iPhone を持っていて機能面では好きなし、人気なモデルをお探しであれば Apple が候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、お店で装着性や重さなど最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。